ある時、その、寝てたら、なんか、硬いもんコツンと当たったからなと思ってあげたら、枕元にあった。もう悲鳴を上げて、でぶん投げた。で、そこの段階で、やっぱ俺に話が持ってこられたって。おはようございおはます。ようございます。あやさきチャンネル満作ネードリシエ西のあやとさきです。何いや、なんか今首が一瞬なんかピキってして。気のせい。気のせいではないけど、ちょっと筋肉が今ピキッとした。はい。ごめんなさい。ちょっとおにぎりの動画撮った後なんで、頭回ってますか？回ってます。多分。ちょっとお腹ポンポンというか、いっぱいは食っとらんけど、満足した。満足感やばいよね。めっちゃ美味しかった。やっぱ量より質やって。量食うのはやっぱ質がね、いまいちだから。ってことで、取れるうちに取っときましょガチャガチャを追加する前う。の、前のやつ。もう次からは追加しんとちょっとね、ラストだね、これが。多分この状態ではラストかなっていう。一応まだあるっちゃあるからね。さあ、何が出るでしょうか。変なのはやめてよ。これって言ってる。これって言ってる。なんだろうね。なんだろう、もう入れとるやつほぼ覚えないし、最悪名刺になる可能性もあるしね。ドキドキワクワク。ドキが胸胸。ドキが胸。圧が夏いぜ。じゃん。呪いの人形とは何でしたっけ？何ですか？何ですかこれ？何ですか？どういうこと？ああ、思い出した。わかんないよ。思い出した。これ、なんかいろんなさ、パロディでネタに近いものがあって、それがリアルに起きたっていう話だって。その、なんていうの、ある女の子が、すごい大切にしとったお人形があって、で、まあ、構成から言うと普通に家族構成、お父さんお母さんいて、弟がいて、お姉さんがいて、そのお姉さんからご相談を受けたお話でね。で、昔長年、ちっちゃい時買ってもらったのか大元はわからないって言われたんだけど、すごい気に入ってたお人形があって、ビスクドールみたいな人形。なんだっけ？フランス人形みたいな感じの人形があって、それをすごい、なんていうのかな、ちっちゃい頃から遊んでて、で、まあ飾ってっていうことをしてたんだけど、まあ飾ってって、まあどこでもあるようなお話だね。普通の人形であって、まあそのこのビスクドール自体は、まあ結構綺麗というか、可愛いというかね。ヴィンテージとかそういう高いのかどうかもちょっと俺判別は聞かないんだけど、精巧な結構な作りで可愛らしいなと思っとって、そういう相談を受けて、何なのっていうお話をして、で見た瞬間にその子自体が別に呪われてるわけではない、だからそんな深刻なお話なのかなと思ったら、すんごい暗い顔をして、なんかね、変な不気味さを感じるようになって、だんだんと、その家に置いてるお人形だから。で、今まで可愛がってたのになぜかすごい不気味に感じ出して、そしたら彼氏とかができて、でもなぜか彼氏がなんかすぐ別れちゃうというか、なんか呪いじゃないのかとかね、まあそういう下世話なお話もいろいろされたんだけど、でもその時に限ってその愚痴をそのお人形に話してたと。で、ある時境になぜかその人形が気持ち悪さを感じたと。なんだろうって。で、気にもしなかった。でも、ある日突然、いつも飾ってる人形の場所からちょっとずれたとこにいる。なんだこれと。おかしい。って言って。で、まあ、お仕事をするようになって、社会人になってね。
で、しばらく経って、またそうしたら、いつものとこ置いてたの、今度、また違うとこに置いて。お母さん、触ったって。いや、触ってないよって。どういうこと？それがしばらく続いて、よく動くよって気持ち悪くなってきた。で、ある時、寝てたら、なんか、硬いもんコツンと当たったから、うなーと思ってあげたら、枕元にあった。もう悲鳴を上げて、で、ぶん投げた。で、なんだろうつって、もう恐怖になっちゃって、で、そこの段階で、やっぱ俺に話が持ってこられたっていう。で、外に持ち出すのも正直怖かったけど、その子の家に行ったなんていうのかな、持ち歩くのも怖かったからって言われて、で、その子の家に行った瞬間に、っていう感じで、違和感はすごいあるんやて。で、その人形が、元凶なんだろうけど、弱すぎると。なんだろうと思って。で、そのお伺いした時にはやっぱみんなパートだったりお仕事だったり、弟さん学生だったりで、誰もいなくて、事情聞けんかなと思っとって。要は、この女の子自体が虚言を言ってる可能性もある。まあ、魔眼を使えば終わるんだけど、何の虚言を言ってるかが分かんない。嘘本当は分かったとしても、だからいろいろなんか問い詰めて、ましてや嫌な話ね、女の子一人で住んでるとこにそんな問い詰めるようなこと言ったら、俺最悪警察呼ばれたらアウトだからあんまり強く出れない。だからご家族が言う時じゃないとあんまり詰めれないかなっていう現象が起きた。まあ前振り的にはこんな感じ。普通から考えたら呪いの人形。まあアウトなんだよね。で、まあ仕方ないねっていう感じで、ちょっと様子見ようかっていうお話をして、そしたら、もうその子が気味悪がるっちゃって、その人形に対してね、捨ててくんやと。ある時、生ゴミに捨てたやと。生ゴミ袋に入れて、バッと捨てに行った。そしたら、なぜか、お仕事して帰ってきたら、部屋に置いてあったと。恐怖だよね。なんでっていう。で、今度は山の奥の方に持ってって、埋めたんやと。休みの日に。で、戻ってって、そしたら次の日、なぜか、またある。もうパニクって、今度は切り刻んで、手とか腕とかをもいで、袋に詰め込んで、今度は捨てに行ったんやと。ね、不法投棄ね。そしたら、戻ってきた。それもくっついた状態。もう、私の助けてノイローゼみたいになっちゃって、でも俺首かしげとるやね。おかしいって。確かに人形はおかしいんやて。でも、そこまで動く力がないんだよね。なんだろう。要は、こもってる。まあ、俗に言うつくも神とかね、そういう感じで宿ってるやて。宿ってるんだ。宿ってるやて。で、横島かって言われたら、微妙なんだよね、これが。悪意があるのかって言われたら微妙なんだよね。だから結構首をかしげてて、俺は。現象は確かに霊的な現象が起きてる。で、恐怖も発生してる。でも人形には何かしらの痕跡はある。でも、悪意をそこまで感じない。なんだろうっていうのをずーっと考えてて。でもその女の子がパニクってもどうしようもない。でも仕方ないもんで、申し訳ないけど、家族全員揃えてって言って、この日に、休みの日に合わせて全員ちょっと揃えてくれっつって。で、ある程度、その全員揃えてお話を聞いたときに、弟さんに言わせると、お姉ちゃんはちょっと人形に凝りすぎておかしい。ちょっと何とかしてくれんかって言われて。で、お母さんは、まあ、なんていうの？社会的な疲労でおかしいんじゃないっつって。で、お父さんは、もう無頓着。なんとかならしてくれみたいな感じで。で、俺がふと思った瞬間に、なんかお母さんおかしいよねって思って俺、なんだろうっていう。すごい違和感を感じてお母さんに。あ、そうですかっていう話をして、で、解散した後に、
で、まあ、娘さんの部屋に戻って、で、娘さんと2人だけで俺がちょっと話して、ちょっと確信取るために申し訳ないけど、家族には内緒で防犯カメラつけてくれんかって。何かしら、まあ、その当時そんなに安くないもんで、1台2万ぐらいしたのかな、を、ちょっととりあえず一つ隠しカメラをつけてくれと。ね。部屋に1箇所と玄関、ちょうど部屋から外の玄関に見えるような、見下ろすような部屋だったもんね、を2つつけてくれんかって言って。で、これは絶対家族には内緒やでな、つって。で、わからんようにしてくれな、つって。で、改めて、娘さんに、お守りじゃないけど力を込めた、これ持っとれば大概呪われることないから、これを握りしめながらもう一度捨ててこいと。ね。捨ててこいって言って頼んで。そしたら、案の定人形戻ってくれんで。たまたま捨てに行った時がドロドロの雨の日で、そしたら戻ってきたらずぶ濡れの人形が戻ってきた。もうその子が速攻で電話かかってきて、なんとかしてくださいって言って。あ、わかった。改めて言って。で、そのビデオを、家族いない状態でね、確認したら何かっていうと、お母さんが掘りって。捨てるたんびにお母さんが拾ってきてた。毎回。なんで？毎回、捨てても拾って、壊れたら直して拾ってきて。要は捨てに行くタイミングと同じ時間帯にお母さんが動き出してたってこと？要は捨てに行くのを見てるから、結局拾ってくる。で、娘さん学校だとか仕事でいない。お母さんが人形を持って歩いてるところが映ってたってこと？戻ってくるのが映ってこうやって抱えて。あ、確定だなっていう感じで。で、また後日改めて、まあその人形を、まあ、綺麗な状態にして、ね、もう、それこそさ、申し訳ないけど、勝手にお風呂使わせてもらって、綺麗に洗って、もう、やった状態で綺麗にして、もう、娘さんはもう怖がっちゃって、怖いよね。起きたくないけど、いや、もう、ね、すぐなんとかするから、変に捨てたり、そういうことしずに絶対置いといてね、つって。でも約束だから、なんとかしたるから、つって。その時は知らない？お母さん。知らない。お母さんは知らなくて、娘はもう知ってる。そう。だから口を閉ざして喋んないでね、家族にも言わないでね、ビデオ確認したのは2人だけ。ね、家族にも弟にもお父さんにもお母さんにも言わないでね。で、人形が戻ってきました、パニクりました、絶対口外しないで、その代わり、ちょっとこの人形をきれいに洗って部屋に置いといてね。まあ、これが大事だった、正直。で、改めて全員揃った時に、呼び出して、ね、どうしたかっていうと、お母さん、この人形抱いてもらえますかつって言ったら、恐る恐る、こうやって抱くんやで。そしたら、意識が、ふーっていくんや。要は、取り憑かれやすい体質。で、俺が念を込めながら、手繋いで、意識疎通しながら、その子、取り付いた子、要は大元人形なんやで。ね、ちっちゃい頃から可愛がっとるもんで、人には霊力が宿るんや。それがたまたま宿った。思いが。で、お母さんが取り憑かれやすいんやで。ちょっと優しいもん。で、その子が、なんていうの、人形の気持ちを俺が読み取った。お母さんを媒介として、俺が人形の気持ちを読み取った。要は人形自体が力が弱いもんで、人間を取り付いて自分の言いたいことを言いたかった。なるほど。一生懸命自分の気持ちを伝えたかった。で、それを俺がまあ伝える仲介役をした。そしたら、なんで私捨てちゃったのって。寂しいのになんでって言って。なんで私を捨てるのって人形が願ってた。要は昔一緒に遊んでくれたのに、仕事だとか彼氏だとかそういうので疎遠になって無視され続けた。しまいには埃かぶって置いてかれた。もう寂しくて仕方がなかった。で、たまたまお母さんが部屋入って、まあ、この子倒れちゃったね、つって戻した時に、この方なら仲介してくれると思っちゃった。
だから気づいてほしくて、お母さんが取り憑かれた状態で部屋に入ってはちょっとずらして気づいてよ。で昔は一緒に抱いて寝てたから寝てるから娘さんが寝とる間にその布団の中にそっと入れて一緒に寝てたって。要は寂しかっただけなんやて。辛い、やばい、人形の気持ちになったらちょっと泣きそうになってきた。だから悪意がなかったから俺には首をかしげとった、ずっと。そっか。でお母さんはその記憶がないんやて、操られとる時は。うわー、そっか。だから誰しも霊力があるもんで、そういう宿るっていう現象は起きやすいんやて。もう第一子に寂しい、なんで無視するの、なんで捨てるのって。人形だからやん。それが動物であったりさ、猫であったりさ、あり得る現象やんか。で自己表現が不器用で自分で表現ができないから代わりにしてもらってた。でもその動いたっていうのは恐怖なんだよね、普通の人間にしたら。動くわけがない。それが動いた瞬間見たわけじゃないんで、一度も。場所が動いてた。気のせいだ。それが何回も続いた。致命的だったのはそのベッドの中にいたから。恐怖を感じた。だから人形の気持ちを考えるとさ、そりゃそうだと思う。辛いよね。辛い。私なんで捨てられたんだろうって思っちゃうじゃん。でもその娘さんからしたらさ、恐怖以外何でもないんだよね。うわー、もうそれすら辛いな。まあそういうねことがあって、でまあお母さんの方にはちょっとね取りつかれやすい。まあたまたま今回はいい子だったからいいんだけど、それが変なものに取りつかれたら今後あれだったもんね。そのお母さん自体にはその強化と払いみたいな感じでかけさせてもらったけど、まあそれが一生続くわけじゃないからあれなんだけどねっていう。まあその間に守る術を覚えなきゃいけないんだよね。強くなんなきゃいけないっていう。でももう娘さんにとってはトラウマになっちゃって、もう手放すしかないんやて、恐怖で。もうどうしようもなくて。それってさ、人形の、まあ、魂というか力を別のものに宿らせるっていう移動とかはできない？できるよ。できる？できるよ。その移動させる器がちゃんとあれば。器？器ただの人形とかじゃダメなの？でも同じ現象起きるよ多分。まあそっか。それ何が正解なんだろうね。だから結局はもうどうしようもない。でも娘さんにはもうなんていうの、トラウマになって見たくもない、触りたくもない、近づきたくもない。でお母さんたちももう娘が壊れるのは手放したい。でも人形ちゃんはなんです、私はこういうことになるのって言われてでね、まあ結論的に言うと向こう側の結論は手放したい。で俺はなんとか助けてあげたいけど、それを置いとけるとこもない。だから俺のしたことはその子を人としての成仏の仕方を指したっていう。魂を浄化じゃないけど天に送ってあげたっていう。そんだけの力があるから、もしかしたらその輪廻転生、その神じゃないけどそういうものが巡り回ってまた自我が芽生えれば、もしかしたら神になる可能性もあるっていう。微生霊の行き着く先は神だから、つくも神っていうつくぐらいさ、一応神様は卵なんやって、だからこういう状態でっていう全部説明してあげて、でその子も納得したんやって。私が怖がらしたのも事実だからって言って、でその子にお互いの気持ちを伝え合って、でまあその子を浄化じゃないけどさ送ってあげて、そしたらぴったりその現象はなくなったと。でもその人形も置いとくのも怖いからって言って、俺が引き取ってそのまあそれなりのちゃんとした供養のとこで置いといてもらって、供養してもらってっていう。まあ中身自体はもうないから供養っていうよりはね、まあそうだよね、いいんだけど、でも外見をそのまま捨てるなんてなんか居心地悪いからさ、だからお焚き上げっていう形でちょっとお願いして、その体だけはなんとかしてもらったけど、中身に関しては俺は全部ねやって送った。まあ供養っていう形だよね。
だから呪いって書いてある、呪いの人形、呪いっていうとはちょっとかわいそうかなっていう。ちょっとタイトルは変えてもいいのかなまあ変えてもいいのかなっていう、だから必ずしもその起きた現象が悪なのかっていうのはそうでもないんだよねっていう。そうだな。だからいろんな昔のそのパロディとかそういうのであって、捨てて戻ってくる、捨てて戻ってくる、単なる妬み呪い、つこも神の復讐とかあるけど、これの場合は本当に寂しかっただけ。でもなんかそのパターン多い気がする。おそらくね。だってめでるからこそ宿る、そこに霊力が染みついてって、で微生霊が集まる。人形遊びするなんてちっちゃい時とそうやん。で純粋な力やん。それに宿って微生霊が中に入って自我を持つ。ありえるやんって全然。だからこの解決の時は意外と頭を絞ったというかそうだね。簡単に悪だったら楽だったなっていう話でね。確かに。でもそれ悪の場合もあるってことだよね。当然あるよ。その見分け方はどうしたらいいんだろうね。感覚でもうそういう現象が怖いってなっちゃう。覚えるしかないんだよ。そう。人間は未知だから全てを恐怖に感じる。だってさ、うちには人形がいっぱいあるやんか。これさ、いきなり動いたらあいつどう思う？ちょっとこの環境だからちょっとなんか失礼になるかもしれないこの話などでなるかもしれないけど、いちいち動いてよってなっちゃうかもしれない。おるからしゃあないじゃんって言っちゃうけどね。だから動いてよみたいな風になっちゃうから怖いってのはないかな今は。だからいろんな現象が起きても全部霊のせいでもなければ自然現象っていうのもあるけど、やっぱ一部にはそういうねこともあるよっていう。たまたま人形が動いた、そこにもしかしたらさハエが止まっとって微妙なバランスでさ折ってさハエがちょんと乗ってこうやってコトンと動いたかもしれんね。確かにね、毎回ハエかもしれん。そうかもしんないでしょ。微妙な角度よ。ハエのルーティーンで毎回そこに止まる癖があるかもしれんしね。あとは温度の差で動いていくって一回あったよね。メッセージで来てさ、なんか七翼人だったかなんかの木彫りがだんだんこうやって動いていくんですけどって言って写真見たけど嫌な感じはなかったから、その温度とかの差でそう膨張と下の動きの膨張で、まあ寒暖差の差で冷やいてこうやって動くもんで、ちょっとずつこうやって本当動くことは全然ある。科学的に解明できることは意外とある。でもその中のほんの一部にちゃんとその科学で証明できないことは存在する。それは俺は見ればわかる。だからこの状態のやつは科学証明は絶対不可能。でも科学で証明しようっつったら多分俺じゃなかったらビデオで撮影しました。お母さんがおかしくなった。はい、おしまいだ。科学的。じゃあお母さんが原因っていうことにされるよ。精神的に。そうそうそう。多分科学的に判断されたらそういうことでされる。これは。お母さんが精神的におかしくなってこうなったっていうふうに社会的には言われると思う。そうだな。証拠だって言われたら確かに証拠として映ってるやん。お母さんが人形抱いている。お母さんただ優しいだけなのに。そう。だからこういう冤罪も世の中でどんだけでもあるんやで。怖っ。そういうのも意外と俺は救ってきてるって。あなたは悪くないよっていうちゃんと根拠をね。本当だね。だから俺は情報が欲しい。本当だね。ちょっとした情報でもね。そっから探れるから。現場見て現象見たからってこれ現場見て現象見たからすぐ答え出たわけじゃないじゃん。いろんな現象を掛け合わせてまずは物理的なことを考える。ね。すぐ霊的にはつなげないところ。でその後に不可解で理解できない現象が起きたら霊的に考える。見えた場合はこの霊的現象がどうやって作用したのかって物理にを考える。だって幽霊が物を動かすってよっぽど力いるから。そっか。で力がないから取り付いてその現物のお母さんに動かしてもらった。ただ単に構ってほしかっただけ。取り付くのは簡単なの？簡単ではない。相手が優しい条件だと取り付きやすい。あとは落ち込んでるとか。
だって娘がどんどんおかしくなってくからさ、お母さんも心配になって落ち込んでくやん。だからそこら辺が波状してさ、どんどん変な風に重なって不幸な事故みたいなもんなんだ、俺から見たら。まあこれですっきりしたって言えばすっきりしたんだけど、まあ娘さんにとってはちょっとトラウマになったかなっていう、人形に対してのっていう。ってな感じで、呪いの人形というかね、ちょっと呪いの人形というにはかわいそうかなっていう、こんなお話で。もしその娘さんが、そのトラウマにならずに、あ、そうなんだって理解して、でその子を大事に、まあ別のものに移動させるでもいいけどさ、それを持ち歩いてずっと一緒にいたら神様がずっとついてるってことになるよね。そういうことになるよ。そうだからつくも神、座敷わらし、同じ現象になるから、もしかしたら幸福になっていく可能性が、いいことになっていく。人につく神様ってことになるよね。だからえげつないことや、何やってもいい方向に行ったかもしれない、それはもう結果的な話でね、そういうこともあるってことだね。そう、何でもかんでも怖がるべきではないんだよねって。でもまあそういう自然なものはいいけどさ、この話を聞いて、じゃあ神様ついてほしいからって言ってその欲で、その可愛がり出すっていうとそれはダメ。ちょっと違うよね。それは人の欲によってくるのは悪意だから、それはダメ。そうなっちゃうよね。優しさのもと、純粋なもとで寄ってくる精霊美精霊がやがて神となってくる、悪意によってくるものはダメで、絶対ダメ。これ以上喋ると喉がやばいんで、はい、疲れた。お疲れ様です。お疲れ様です。